会社を経営する上で必要な人材とかっていうものが大きく変わろうとしてるんですけど、一番 AI のインパクトを最初に受けてるのがソフトウェアエンジニアなんです。わずか1年前ぐらいまでと今のプログラムの書き方も根本的に変わってます。その変わり方のスピードがとんでもないですよね。僕から見ると AIX っていうのはコスト的なアドバンテージとかスピードで既存の企業を滅ぼすのが AIX なんですよね。皆さん、こんにちは。ビジネスプラス IT 編集部の松尾です。本セッションでは、一般社団法人シンギュラリティソサエティ代表理事の中島聡さんをお招きして、AI 時代の生存戦略と題し、お話をお聞きしていきたいと思います。それでは中島さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初に中島さんにお聞きしたいんですけれども、生成 AI の登場によって、今、どのような構造変化が起きているのでしょうか？人々の仕事の仕方とか、もしくは社会構造とか、会社を経営する上で必要な人材とかっていうものが大きく変わろうとしてるんですけど、なかなか普通の仕事をしている人たちには見えないじゃないですか。まだ始そうですね。まってない。そのうんうん。始まる始まるとは言ってるけど、じゃあ具体的に何か起こってるっていうと目に見えるわけでもないし、AI のために突然、失業率が増えるみたいなことも起こっていないので、ピンとこない人が多いと思うんですけど、いろんな職種の中で一番 AI のインパクトを最初に受けてるのがソフトウェアエンジニアなんですよ。で、それがたまたま私がいるソフトウェア業界なんですけど、なぜソフトウェア業界に AI のインパクトが一番最初に来てるかっていうと、やっぱりそもそも AI とは何かとか、AI をどう使ったらいいかっていう研究なり開発をしてるのはソフトウェアエンジニアだから、僕らからとってみるとものすごく身近な話だけですよね。なるほど。で、かつ、AI を作るためには、いろんなデータを与えて学習させなきゃいけないんですけど、当然ですけど、その小説だったり、今までに書かれた記事とかも読ませてますけど、要は人間が書いてきたソフトウェアもいっぱい読ませてるんですよ。うん。で、その中で、特にそのソフトウェアを読んだことによって、新たなソフトウェアを作れるようになるっていう機能は、書いたソフトウェアが正しいかどうかの検証が、やっぱり僕らソフトウェアエンジニアなのでやりやすいわけですよ。例えばなるほど。文章を上手に AI が書いてるかどうかの判断は、ね、当然ですけど、やっぱり文筆業のある人にしか評価できないじゃないですか。そうですね。それと同じように、ソフトウェアに関してはソフトウェア業界の人しか判断できなく、かつソフトウェアっていうのは実際にコンピューターの上で動かしてみれば、ちゃんと動くかどうかわかるので、割とそういう意味での検証もしやすいうし、というん。ことで、まず最初に AI の能力としてすごく伸びているのがソフトウェアを作る能力で、かつそこにソフトウェア業界にいる僕ら自身がね、AI も作ってるので、うん。一番最初に応用されているのが、そのプログラミングの分野なんですよ。なるほで、ど。はい。で、うん。ここで起こってることが、多分他の業界にも起こるよっていうヒントになると思うんですけど、わずか1年前ぐらいまでと、今の、プログラムの書き方も根本的に変わってます。本当になるほど。変わってる。要は、ね、プログラムって人間がそもそも書くもの、エンジニアが書くもので、小説を書くよううん。に、プログラムをこう手で書くっていうのが当たり前なんだけど、ソフトウェアエンジニアの仕事は AI に対してどういうプログラムを作ってほしいかを依頼して、その時の依頼は丁寧にしなきゃいけないんですけどね。はい。例えば、マーケットにとって何が大事、ユーザーにとって何が大事とかいうことは細かく指定しなきゃいけないんですけど、あたかも自分の下にジュニアエンジニアを雇ったような気分で AI に対して細かく指示を出すと、あとは うん。 AI がプログラム書いてくれるっていう時代になり、もうそれが当たり前になっちゃったんです。わずか1年の間です。ものすうん。ごい変化です。私もソフトウェア業界にもう40年以上いますけど、過去39年間はプログラムを書いてきたにもかかわらず、ここ1年ぐらいは AI に書かせる仕事に変わっていて、もうほぼプログラムのもう大半9割以上は AI が書くっていう時代になってます。で、それはもうそのソフトウェア業界、例えば、よく言われるその GAFA って言われる Google とか Amazon とか Apple みたいな会社でもそうなってるし、小さい会社でもなってるし、ちゃんとその AI のことを勉強しているソフトウェア会社はほぼ全てこういう形に変わりつつあると思います。ごく言う普通のメディアの人たちが記事を書くとか、小説を書くとか、映画を作るとか、マーケティングプランを立てるとか、いろんな業界にこの波が押し寄せて、人間が作業するよりも人間の仕事は AI に指示を出す。
で、実作業は AI がやるっていう時代が、僕はあらゆる業界に来ると、感じてます。なんかこれまでそのいろんなその IT の流れの中で革命って呼ばれてきたものがあったかと思います。インターはい。ネット革命あり、クラウドあったり、ブロックチェーンあったり、直近で言えばあったと思いますし、こういったこれまでのその変化と、今回のこの生成 AI の登場による社会的なインパクト、先ほどおっしゃられた構造変化みたいなところは、どのような違いがあって、どのぐらい今回のことっていうのは大きな変化をもたらすものだというふうにご覧になっていらっしゃいますか？まあ、一口で言うと、要は今までの技術、例えばインターネットだとか、衛星通信、携帯電話通信、スマホとか、そういうものって基本は人間が使うツールじゃないですか。AI っていうのはそういう、まあ、ある意味人間向けに作られたツールを使う側に立ってるんですよね。だから単なるその新たなツールの誕生っていう見方よりも、その仕事そのものを置き換える損害が出てきたっていう意味で、割と本質的な違いがそこにあるんじゃないかなと。となると、その、私のような、まあ、そのメディアの編集者であったり、あるいは、皆様事務的な、こう、お仕事とかなさってらっしゃると思うんですけど、こういったお仕事っていうのは、今後何年かでどう、こう、変わっていくのかっていうあたりをお聞きしたいんですけれども。僕もいろんな業界を知ってるわけじゃないですけど、ソフトウェアに関して言うと言えるのは、要は自分でプログラムを書く時代から AI に指示を出うん。して書かせる時代に変わったので、そういう指示を出す、まあ、人たちの仕事は今のところなくならずに、そのうん。下でこういううん。仕事をするプログラムを書けてたら書けるみたいな、そこがやっぱりごっそり置き換えられるイメージがあるんですよね。今、ファイナンスの業界、例えばインベストメントバンクとか、うん。の人たちに聞くと、戦略を立てる人たちとかいうのの仕事はそんなに変わってないけど、草の根の仕事をしてたようなことを AI に移りつつあるっていう話は聞いてるので、単純作業とは言わないけど、まあ、比較的定型作業みたいなものが、まずは置き換えられると考えていいと思います。それこそ、そのプログラミングの話で言うと、先ほど丁寧に指示を出さなきゃいけないみたいなお話もあったかと思うんですけど、それって本質的な中を理解していないといいものが書けない。あるいはその、と言われていたことが過去にもあったと思うんですね。それとはやっぱり今回の話っていうのは大きく異なると見ていいんでしょうか？まあそうですね。それは徐々にだと思いますね。だから多分今の2026年のまあ初頭の段階では、まあ、本当に品質の高いプログラムを書こうと思ったら、やっぱりプログラムを書ける人が AI が書いたプログラムを見て、コードレビューして、ちゃんと動くことを確認して出荷するみたいのが多分今の現時点では王道ですけど、多分6ヶ月後ぐらいにはもう AI 書いてきたコードを見なくなっちゃうと思う。かつそのテストプログラムとかも同時に書いてくれるので、もうテストさえ解えればいいやっていう感じで、今の時点だとコードが書けるエンジニアにしか指示が出せないけど、6ヶ月後にはコードを書けない人も指示出してもいいものができちゃうっていうふうに変わっていくと思います。で、その変わり方のスピードがとんでもないですよね。うん。この変化のスピードは今まで僕は経験したことがないので、まあある意味ドキドキするというかショックを受けてますけど、でももうこれが AI 時代の当たり前かなみたいに思ってますよね。なるほど。となってくると、先ほど戦略を描けるとか、そういったことが求められるっていうお話あったかと思うんですけれども、この新卒がそのネイティブなその環境になったときに、AI に出して帰ってくることを前提とするようなスキルとして持っている前提になれば、持つべきスキルが変わっていくだけで、十分にそのジュニア層もこれ仕事できるのかなっていうふうなちょっと肌感覚を持ったものですから、ね、それこそ僕がその大好きなその DX とか AIX の話に関係するんですけど、DX の時にも、まあ、未だに解釈が違うんですよね。その、要は僕ら、業界にいた人たちにとっての DX っていうのは、そのデジタル革命によって、既存のビジネスがそのデジタルネイティブな企業にとって破壊されることを うん DX うん。と呼んでたんですよ。だから既存の書店が Amazon によって破壊されるのが うん。DX であって、既存の書店がデジタル機能を取り込むことを DX とは呼ばないんです。で、それが根本の DX だったのに、まあ残念なことに、その日本の IT 業界の人たちにとってみると、DX っていうのは、そのデジタルネイティブな会社が既存の会社を潰すんだよっていう話だと全然商売にならないので、
うんうん。彼らが DX っていうのはデジタル機能を既存の企業に取り込むことですよに変えたんですよ。なので、その DX 特需が日本の IT 産業に起こったんですけど、でも根本的にその DX の発想から言うとおかしいわけですよ。DX 特需なんて起こるべきじゃないわけで。で、多分 AI もこれと同じことが僕は起こると思っていて、例えば僕から見ると AIX っていうのはもうものすごい少人数で AI を使いこなせる人たちだけが集まった会社が既存の3000人とか1万人とかいる会社がやってる仕事を3人プラス AI でやってしまうみたいなコスト的なアドバンテージとかうんスピードうんで既存の企業を滅ぼすのが AIX なんですよね。だけど、当然だけど日本のその IT業界の人たちにとってはその話は都合が悪いので、AI を既存の企業に導入するのが AIX っていう言葉に変えてくるわけで、今までのしがらみを持ってない新人、特に AI を、会社に入る前から使いこなしてた人たちっていうのは、ある意味 AI ネイティブな世代かもしれないけど、それを雇ったところで僕はその会社のそもそもの人事システムだったりうん。が古いと、本当の意味の AI ネイティブな会社とは戦えないと思うんです。それって、いはい。わゆるこう、サース系企業なんかは、これ AI に置き換えられるんじゃないかっていう議論って、今あって、であれば、その AI ネイティブなソフトウェア、あるいはサービスをやってる企業に置き換えられていくのではないか。で、それを実際やって体現している企業っていうのが、ポツポツと出てきているっていうふうな認識を私は持っているんですけれども、じゃあ、まずはそういった構造変革が起きるというふうな捉え方でいいんでしょうか。そうですね。別に SaaS の企業が全部ダメになるとは思えないですけど、うんうん。かなりのインパクトはあるでしょうね。で、SaaS 企業は SaaS 企業で、これまでのね、お客さんとの関係もあるので、例えばデータの蓄積があるとか、会社のビジネスプロセスにも組み込まれてるとかいう利点があるので、そう簡単には崩れないと思いますけど、ただやっぱり AI ネイティブな会社が、多分僕の予想するにべらぼうに安い価格で来るわけですよね。うーん。で、SaaS 企業にとって一番の悩みは、パーシートライセンス。要は、はい。使うね、お客さんのね、10万人の会社だったら、10万かける月々いくらで取ってきたわけじゃないですか。で、それがその実際その10万人が全員毎日使うか使わないか関係なく取ってくることができたのにもかかわらず、それがビジネスとして成り立っていた時代が、AI ネイティブな会社にとったら、もうそんなことする必要ないわけですよね。例えば成果主義でいくとか、で、僕、うん。AI ネイティブな会社をもし僕が立ち上げるんだったら、企業の IT 予算は狙わないと思うんですよ。おう。人事予算を狙うんですよ。もうはあ。それが一番ですよね。だって、IT 予算なんか限られてるじゃないですか。たかだか従業員1人当たり1000円、2000円とか、ね、1ヶ月2000円、そんな話じゃないですか。で、はい。それも実際使うか使わないか分かんないものに払ってるのに対して、例えば、あなたの営業の人、ね、年収500万円、年収800万円取ってる営業の人を、うちの AI が置き換えますよと。で、年間100万円でいいですよって。で、それも成果報酬でいいです。固定給じゃなくて、売上の何パーセントをもらうで構いませんよっていう営業をかけられたら、これは強いと思いませんか？人間だったら成果報酬なんて嫌だって言うわけじゃないですか。やっはい。ぱり固定給欲しいと安定した生活が欲しいから。でも うん。AI ネイティブな会社が、要はコンピューター回してるだけなので、別に固定給なんかいらないけど、成果報酬でいい。だから、うちは、じゃあ、売上を1億円上げたら、その時に100万円くださいっていう契約でいいから、うちの AI を営業マンとして雇ってくださいだと、それは僕圧倒的に強いと思うので、うん。そういう、なんつったらいいかな。そのパーシートライセンスから、成果主義的な、ね、売上を上げますとか、お宅の在庫を何パーセント減らしますとか、うん。で、その、成果報酬を、売上の何パーセント、もしくは在庫を減らした結果の利益率の向上の何パーセントくださいみたいなビジネスモデルが、要は AI ネイティブな会社がやってくる戦い方なので、それとパーシートライセンスの SaaS 企業は戦うの苦労するなと僕は思ってます。うん。そのお話をお聞きしててちょっと思ったのは、それこそそのロボットが、今、いろんなところでアルバイトの代わりに、こう配膳したりとかっていうことが起きてると思うんですけど、はい。じゃあなんでそれが全部置き換わらないのかって言ったときに、人件費の方が安いからっていう話ってあると思うんですね。
はい。で、本当に生成 AI って今、かなり特化でみんな出してるけど、それこそ電気代もバカ食うし、で、なんだったらその水も相当食ってるというふうなこともあったりすると思いますし、ボトルネックになってることたくさんあって、本当にそこまで、賞味のところのコストが、落ちてくるのかなっていうところもあるような気がしているんですけど、要は本当にその価格競争力があるのか。中島様はそこはやっぱり間違いなくこれはあるというふうにご覧になってらっしゃるっていうことなんでしょうか。そうですね。少なくともソフトウェアエンジニアに関してはもうあることが証明されているので、うん。ただそれがあらゆるところで起こるか、でも結局は競争なので、どっかでうん、均衡が起こうん、うん。るわけじゃないですか。はい。その、ここまでの仕事だったらコスト的に AI がやった方が安いけど、ここから先は人間の方が安いっていう、うん、うそん。このしのぎ合いが起こるから、9割の仕事を置き換える業界から、1割の仕事しか置き換えない業界があるみたいな、うん、その、うん。混ざり合った状況で均衡していくんじゃないかなとは見てますけどね。既存のビジネスを壊すことを恐れずに新しい AI ネイティブな会社もしくは子会社みたいのを作ってしまって AI の使い方は実は今の AI にはちょっと無理な仕事を頼むぐらいが一番いいんです。何のビジョンも何の目的も持ってないんです。それは僕らが言わないと。ビジネスプラス IT ムークをご視聴いただき誠にありがとうございました。本動画の前編はメンバーシップかビジネスプラス IT の動画チャンネルでご視聴いただけます。ぜひご覧ください。